皆さんこんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて、今日はですね、久しぶりの美容と健康についてのお話をさせていただきます。まずは私の普段のスキンケア、本当にドすっぴんで、しかも今回は 4K での撮影なので、もう包み隠さずまるっとお見せしますけれども、そちらのスキンケアからですね、美容と健康のためにやっている土台作りのお話、そして最後はマインド面ですね。気持ちを整えるためにどうしているのかっていうような、3部構成でお話をさせていただければと思います。第1部は朝の私の様子が入りますので、ちょっとここから先はすっぴんの状態になりますけれども、どうか驚かずに見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、というわけで皆様おはようございます。ひろみです。なんと今日はドすっぴんの、しかも素肌をね、正直にお見せしたいなと思って 4K で撮ってます。ちょっと照明はあるので、正直にとはいえね、照明がありますっていう感じなんですけど、普段の ASMR のロールプレイは肌補正がちょっと入ったソニーのね、素晴らしい機能を使わせていただいているので、なんかちょっとつるっと映っているかと思います。動くとね、本当の肌が見えちゃうんですけど、そうではなくて、今日はありのままをちょっと見せながら、スキンケアのこととか美容と健康について私が大切にしているものとか、お世話になっている、製品だったりとか、あとは物とか食べ物だけではなくって、心の面をどうやって保っているのかみたいなお話とかをちょっと一連のね、流れにしてご紹介できたらなと思います。概要欄に目次があるので、気になるところから見ていただければなと思います。で、まずは朝のスキンケア、夜もね全然変わらないんですけどです。今私は洗顔をして、でパックをしましたが、パックしてからだいぶ時間が経っちゃったので結構乾燥してる状態です。で、私の肌は赤みが結構出やすくって、ひどい時だとねこんな感じ、これ一番ひどかった時でいろいろと大変だったんですけど、すぐ赤くなっちゃいます。で、エステとか行っても摩擦ですぐ真っ赤になっちゃったりとかするので、肌はね全然強くないです。はい、で数年前には多形紅斑っていう皮膚疾患にもなりましたし、割と敏感な方かなと思っています。で、そんな私がですね、最近すごくシンプルになったスキンケアっていうのをやっているので、まずねちょっと乾燥しちゃったのでほとんどない化粧水、パックと化粧水は全然こだわりはないです。はい、敏感肌用とか刺激が強そうじゃないものっていうのをつけていて、こうやってこう押すようにこうやって優しく首元もやっています。こうやってキュッキュッ押し込む押し込む。数年前にスキンケアとメイクの勉強をねしに行ったんですね。代官山のエメさんってところに行ったんですけど、やっぱそこでもその保湿っていうのが一番大事。メイクにしても何にしてもで、だいたい保湿が足りない人が多いんですよっていうようなお話を聞いて、で特に私はクリームとかもつけてなかったので何をつけてたんだって感じなんですけど、乳液、化粧水と乳液だけだったんですね、当時。そうすると蓋をするものがないから、どんどん肌から水分が逃げちゃって、もう肌の内部に全然足りてない状態だったんです。なのでその内部の水分が足りるようになるまでは結構時間がかかると思いますっていう風に言われて、そっから2年ぐらい経ってかな、だいぶなんか潤ってきた感じがしますね。で、これは入れ込むっていうこともそうですけど、食べ物とか生活習慣をかなり変えたっていうのも大きいかなと思います。はい、とにかく保湿をしっかりとする。で、こうやって入れ込んだ時になんかちょっと入りが悪いなっていうのがね、年々ある方も多いのではないかなと思うんですけど、そういう時はこちらのですね、ヤーマンの電気バリブラシっていうのかな、これ柔らかいやつ、これ頭皮用だと硬いのがあるんですけど、これを使ってここのねスイッチを入れて、このフェイスっていうところのもう一個下押すと、モイストっていうのがねあるんですね。
モイストモードにするとこう浸透しやすくしてくれるっていうモードになるので、これを今日は全然入ってくれないな水分がっていう時には使っています。今日は割と入る方かな、入ってるかな、先にパックをしてたので結構入ってる方かなと思います。でこのヤーマンの電気バリブラシはこのフェイスモードだと針をちょっと当ててくれるので、元気になるっていうよりは個人的にはなんかちょっとキュッて上がるような感覚があるので、ちょっと使ってみましょう。どうですかねあんまりわかんないかな。本当はもうちょっと長くやるといいんだと思います。1回に10分できます。でこれは水分を含んだ状態でないとパチパチ多分痛いので、ちゃんと化粧水とかそういったものを塗ってからやってください。でスカルプ版もあってすごく気持ちいいんですけど、これもお風呂中とかお風呂上がりとか髪の毛が濡れた状態でやるということです。ただ防水加工されてるので、すごく使いやすいし、1回の充電でどうだろう、本当にちょこちょこっとしか使わない方は3ヶ月くらい持つんじゃないかなと思いますので、持ち運びもしやすいし、充電も旅行中とかだったら1回充電しておけば大丈夫なので、すごく買ってよかったなと思う商品です。はい。で、これはね時々やります。毎日はやらないかな。なんか肌が疲れちゃうかなとか思ったり、今日はマッサージぐらいでいいかなって思ったりねするので。で次にいつもねこれまではこのフィービーさんこれを使ってました。でね、これこのサイズじゃなくってこんなにこういうサイズで 60g 入ってるんですけど、もう大好きすぎて定期便を使ってるんですけど、定期便前になくなっちゃうんですね、いつも。だからもうかき集めて最後の最後まで使いたいと思うほど、とっても素晴らしいクリームだと思ってます。で私は敏感肌ですし、肌もそんな強くないしっていう感じで、いろんなクリームをね、エステティシャンもやってたし美容の会社にも勤めてたので、いろんなクリームを使ってきたんですけど、これだっていうのが正直なくって、強いて言うならキュレルのクリームは好きですけど、これを初めて使った時にこんなに伸びてこんなに浸透するのってすっごいびっくりしたんですね。すごいって本当に思いました。でこれはね本当にどんな人も合うんじゃないかなって思いますし、本当につけ心地がいいです。滑らかでこう化粧水みたいにシュワーって入ってくれてるのが分かりますし、どんなクリームよりもこれを塗った後のメイクのりが一番いいですので、本当にクリーム界ではこれが私は今のところ一番おすすめです。フィービーのバチロレッテ2に出てた尾崎さん、美樹さんが作られた製品なんですけど、本当にいいです。これもう何十本使ってるかなってくらい。最初はフィービーの化粧水とクリームのセットを定期便してたんですけど、化粧水は自分のやつでいいかなと思って、自分が選んだやつでいいかなと思って、今は Amazon の定期便でクリームだけ買ってます。でっていうのが今まででした。で最近はですね、実はもう一ついいなと思う製品があります。このマグバーム MGBALM マグバームマグネシウムが入ったバームです。これ最近すごく気に入っていて、ロールプレイでも結構出しているものなんですけども、これはねパッて開けてこの通りバームなんですね。本当はねスプーンみたいなので取らなきゃいけないんですけど、ちょっと手で取っちゃっているのでゴツゴツしてますけど、これはマグネシウムっていうのが筋肉を弛緩させてくれるっていう働きもあって、
もっていうことは他にも本当にたくさんいろんなね働きがあるんですけど、経費吸収をしてマグネシウムを経費から取って肩とかふくらはぎの張りとかそういったところに塗ると筋肉が柔らかくなって楽になるっていう風に伺っていた製品ですが、なんととある日に私ね思ったんですよ。私エラが結構張りやすいんですけど、もしかしたらここも筋肉だから塗ればいいんじゃないって思ったんですよね。で塗ったらなんかすごくいつもよりもポコポコ具合がちょっと柔らかくなった気がしたんですよ。でその後に勉強会、マグネシウムとアンチエイジングの勉強会っていうのにこの間参加させていただいたんですけど、その時に言ってましたね。こちらのバームを開発された方だったかなが、こういう歯の食いしばりですごく痛いっていう方にもマグバームはおすすめで、なんと歯医者さんの方でも置いている製品らしいんですね。で最近これを私は顔にも塗っています。というのもマグネシウムっていうのが抗炎症作用と抗酸化作用だったかな、とにかくお肌にもすごく嬉しい作用があるとのことで、夜と朝これを塗っちゃっています。でベタつき感としてはオイルよりもどうだろうな、人によって好みが分かれると思うので何ともなんですけれども、クリームベタベタって塗るよりも不快感は少ないかなっていう印象ですね。なんか薄付きでいてくれるって感じで、スーって肌に浸透する感じがするので、翌朝なんかテッカテカベタベタになってるってことはないです。なんか馴染んでスーって履いてくれてるなっていう感じです。で私はすごく赤ら顔が悩みなんですけど、主査っていうのかな、主査っていう、赤ら顔のことですよねの方にもおすすめっていう風におっしゃってましたね。多分科学的なエビデンスっていうのはまだこれからなんでしょうけど、実際に使った方から主査が良くなったっていう報告がいくつもあるらしいです。で朝のスキンケアの時に、夜も一緒なんですけど、こういう凝ってるところに塗る、もう肩がボコってなっちゃってるので塗ります。すごくなんか即効性があることに非常にびっくりした製品でしたね。でマグネシウムっていうのは本当に体のほとんどのなんていうのかな、酵素だったりとか骨とか血圧とか、あとはメンタルですね。メンタルとか神経とかいろんな重要なものに関わっているので、経費吸収もして食べ物からもしっかりとってでサプリメントも取るっていうのがとっても大事なんだなっていうのをその勉強会を通してね思いました。私が自覚していた以上に割と健康意識高い方だと思っていて、マグネシウムももちろんすごい大事っていうのは数年前から知ってはいたんですよ。なんかうつ病の方の骨髄調べるとマグネシウムが極端に少なかったっていう記事とかをね読んだこともあったりして、すごい大事なんだなとは思ってたんですけど、勉強会参加させてもらって、であと最近この本、勉強会でお話ししてくださったお医者さんがこの黒田愛美先生という方なんですけど、その方の本とかも読みながら、私が自覚していた100倍くらい大事なんだなってことに気がついたっていうのもあって、これかフィービーかみたいな感じで今スキンケアはやってます。でね、これだけなんですよ。時々その紫外線すごい浴びちゃったなっていう時はメラノ CC の美容液を使ったりとかしますけど、基本的にもうパック化粧水クリームみたいな感じで、かなりなんか数年前に比べるとシンプルになったかなっていう感じです。で朝はこうやってお耳をくるくるするのもすごく好きです。こういうね、あと強鎖乳突筋をこうやってほぐしたりとか、あと鎖骨の下、ここが硬いと全体的に緩んでいかないので、こういうマッサージをしたりとかっていうのをして化粧をします。はい、
ついでにお化粧もしちゃいますね。よいしょ。これが私の全お化粧品が入ったポーチです。よいしょ。でまずですね、下地というか赤みを消すために最近使ってるのがこちらのミネラルファンデーション。赤み消すためにミネラルファンデかよっていう感じなんですけど、これはね、肌がその真っ赤っかになっちゃった時に肌に優しいものを使わなきゃと思って買ったやつです。で、なんでファンデーションを赤み消すために塗ってるかっていうと、下地を買うのがちょっとめんどくさくて今あるもので代用できないかなと思って、ちょっとこういうところに塗ってます。なんかコンシーラー代わりみたいな。本当はコンシーラーをね使えばいいんでしょうけど、コンシーラーって何何というか選ぶのが難しい。私スキンケアとか健康用品とか食品とかそういうものにはすごくお金をかけるというか、迷わず買ってみたりとか調べたりとか、いいと思ったら試すんですけど、お化粧品だけはもう全然わかんなくて興味がないんですよね。そうで、土台がしっかりしてれば最近の化粧品はすごくどこも優秀なので、大体いいんじゃないかなって思っている方です。はい、ただ赤みがねすごくバーって出ちゃった時はさすがにミネラル系にした方がいいかなと思って買ったんですけど、当時ね、これメンバーシップの動画の方ではお話ししたんですけど、針治療に行ってとあるアドバイスをいただいたら赤みがさーって引いて、いつもの私の赤みみたいな感じに戻ったんですよ。すごいですよね。そういうことがあって、そこからはこのミネラルファンデはあんまり使ってなかったんですけど、下地がなくなっちゃったタイミングで今あるものを使おうと思って出しましたら、すごいいい感じに赤みがもうこれだけでも全然違いません？隠れてくれるのでいいなと思っております。皆さん下地何使ってますか？下地って何？日焼け止めってこと？でこれはミネラルファンデなんでこのまま寝ちゃっても大丈夫だし、時間が経てば経つほど馴染んでくるのですごくいいと思います。最初はちょっとね色が茶色すぎるかなとか匂いが若干独特なのでって思ったんですけど、つけてみると本当に肌が喜んでるというか感じがして馴染みも良かったです。はい。でこの後にですね、最近クッションファンデを使っています。それがねこちらです。ハリアスっていう、インスタとかでかなり有名人が宣伝してるのでご存知な方も多いと思います。で私もそれを見てどうなのと思いつつも、やっぱりその時短、もう本当はねこれは下地もなくてそのまま塗れますよってやつなんですけど、とにかくもうスッて綺麗になっていい感じに発酵してくれるし、化粧崩れもほとんどないっていう風に歌っていて本当かなとか思ったんですけど、最近は本当にいい商品が宣伝されてるっていうイメージはありまして、ちょっとお試しに買ってみたらよかったです。何がいいかって本当にね、これただ塗ってるだけでなんとなく馴染んでくれていい感じに光ってくれて楽、本当に楽。時間ない時もパーってこれ軽く塗って外に子供と遊びに行くとか、それでだいぶその時短だけじゃなくってやっぱりいい感じに発酵してくれてると自分も嬉しいじゃないですか。いろいろシャドウを入れてラメをつけてとか、もうラメとか言わないのかな最近。ちょっともうお化粧のこと全くわからないんですけど、時間がかかるのはすごく嫌だし、でも子供と遊ぶ時だってやっぱり自分がコンディションが、見た目も心もコンディションが整ってると楽しく遊べるような気が私はしますので、これは本当に買ってよかったなって思います。これも定期便にしているんですけど、結構量があって私毎日使ってますし、結構しっかり塗ってる方だと思うんですが、
2ヶ月くらい持つかな。で1ヶ月に1回便にしてしまってるので、だいぶ今在庫が増えてきてるんですけど、1ヶ月半に1回とかのペースにもできるらしいです。はい、これ本当になんか忙しい人におすすめしたいですね。クッションファンで私は2回ぐらいかな試したことがあるんですけど、なんかベタってついちゃったりとか、崩れやすかったりとか、あるいは全然ついた感じがしなかったりとかね、ミネラル系のクッションファンでも試したことがあるんですけど、乾燥しやすくてちょっとパサついちゃったりっていうことがあって、あんまりいいイメージを持ってなかったんですけど、これはね全く乾燥しないし、崩れにくいし、こういうところはちょっとね吸って塗って、あと何より手が汚れない。さっきちょっと下地で汚れましたけど、手でこうやってやるのって結構ストレスじゃないですか。途中で子供に呼び出されたら手拭いて、でまた塗ってってやるのはすごくめんどくさいので、とにかく忙しい方にはおすすめしたいですね。でちょっとついてしまった眉毛の色々を取って、ちょっとだいぶ白くなっちゃってるけど、でもほらすごく綺麗じゃないですか。これはね、働く方とか時間がない方とか、お化粧苦手なんだけど綺麗でいたいなっていう方とかにはおすすめですね、すごく。ただこれね結構ドバってつくので、最初開けた時は軽くつけないとだいぶベタベタな人になってしまって、気をつけてください。私はこの間それで外に出てしまって帰ってきてびっくりしました。なんかファンデーション塗るの超下手みたいな人になっちゃったってなりやすいので、軽くつけて軽くポン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 ってやるだけで十分つくと思います。今しれっとつけましたけど、これキャンメイクのシャドウです。もうよくわかんないけど、お化粧はお絵描きだってね言いますので、結構楽しく、ここはなくていいよ、これは見えなくていいよみたいな気持ちで塗って、で眉毛は今使ってたフーミンさんのアイブロウパウダー、これもね2年ぐらい使ってる。全然なくならないんですよ。この3色あるやつでも一番これを使ってますけど、これは描きやすいこのペンシルっていうのがブラシがすっごい描きやすくて、こう直角というか平行というか、ちょっと平行じゃないかな、こういう形のものと、ちょっと引っ込んじゃってるんですけど、ブラシの引っ込みすぎだよね、ブラシのものとあるんですが、このスッてなってる方がすごく描きやすいです。これを、私眉アートをねしているので、軽く描き足す感じでスッスッとやっております。医療美容っていうものにこれまで興味がなかったんですけど、眉アートだけはいろんなことを考えた時に絶対に生産性が上がる、自分のやりたいことに集中できるなって思って去年やったんですよ。で眉アートって大体2回とかやらないといけないって言われてますけど、結構私しっかり色が入る方だったので、これ1回でいいかなと思って1回だけにしました。施術してくださった方も親切で、2回って言われてますけど、あんまり落ちてない時に2回目来られてもやることがないので本当に薄くなったタイミングで来てくださいねっておっしゃってくれて、まだ薄くなってないので行ってないんですよね。だからもう1年4ヶ月くらいは経ってるかな。はい。で今つけたのは眉マスカラで、このどこのだっけ、これなんかの歌みたいだけど、この1132っていうやつですね。キスミさんのこのアイブロウを使ってます。これも持ちが良くて1年ぐらい使ってるかな、もう。はい。買い足すのはでもこれとかこのシャドウもでもだいぶ1年2年ぐらい使ってると思います。私化粧品って本当に買わなくて、よくねロールプレイでもね化粧のねロールプレイしようって思うんですけど、自分が全然詳しくないので実はあんまり得意じゃない分野なんです。
でアイシャドウはこのキャンメイクじゃなかったセザンヌかな、セザンヌさんのこの色を使ってます。01番です。本当にプチプラばっかりですよね。この明るい色をまずここにのせて、もうこれもなんかお出かけする時とかは、軽く塗るか、お外に遊びに行く時とかは塗らなかったり、もうこの毛についたブラシについたものをささささってなんか塗るくらいですかね。そうでも本当に思うのが、さっき土台がしっかりしてればっていうお話をしましたけども、本当にそうだと思います。数年前よりもメイクのりが良くなったのとか、このファンデーション、ミネラルファンデーションのおかげもあるんですけど、何もこうテカッとしたものを塗らなくてもツヤっぽく見えるのは、化粧品のおかげもあるんですけど、自分が食べてるものとか考えていることとか、そこら辺がすごく関係してるんだろうなって思いますね。後で顔トレのお話もちょっとしたいなって思うんですけど、やっぱりね、笑うってすごく一番のメイクだし、笑うとここが上がって、こうやってこのツヤ玉ができる。こうやって黙ってるよりもってやってるよりも、ニコって笑うと、こうやってあはははあはははって笑うとツヤ玉ができるじゃないですか。それがすごく私綺麗だなって思っていて、どんなに高い美容液とか使ったりクリームとか使ったりしててもって顔してたらってしてたらすごくブサイクじゃないですか。だからこうやって笑ってこれもが最後に一番大事なものだけど、疲れてたりストレスが溜まってるとこんな風に笑えないから、じゃあそれとどうやって向き合えばいいのかっていうのもすごく食べるものと同じくらい大事だなって思いますね。そう次にビューラーです。ビューラーはもうだいぶ前に買った薬局で買ったやつです。これをこうやって上げて、ちょっと前までフィービーのまつげ美容液を買っていたんですよ。ですごく良かった。これもまつげやっぱ育てたい人は使った方がいいと思います。フィービーの製品すごくいいので。だけどなんかそのまつげがファってなってきらびやかなのもいいんですけど、まつげがちょっと短くなってきた感じもいいなってちょっと最近思うようになって、なんかね、それに合ったメイクだったりとか、それだからこそ例えばふわってしててまつげがパサパサで髪の毛も長かったりするとすごく可愛いしいいんですけど、ちょっと甘くなりすぎるというか、だけどまつげがちょっと短くなってきて減ってきてだいぶ減っただいぶ減っちゃったけど、なんかそれもじゃあ髪の毛がその時に長かったりするとなんかバランスがすごくいいなとかね思ったりとかして、最近私は使ってないんですね。1年以上使ってたかな。でも本当にその時のまつげっていうのが出るかな。すごくやっぱり長かった。あれは本当に素晴らしいと思います。はい。でアイラインも本当は今ビューラーの前にやんなきゃいけなかったんですけど、メディアの茶色かなを使ってます。メディアさん描きやすいです。このメイクってやったこの粘膜に全部塗ってたんですけど、昔はねちょっとちょん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 ってやるくらいと、あとはこの下もちょん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 ってなんかまつげを描き足すみたいな感じでやるとなんかうるさくなりすぎないかなっていう感じがする。はい。ただやっぱ年齢には抗えなくて、目の周りのメイクの落ち具合っていうのもやっぱり年々激しくはなってきてるので、その時にこのティッシュ1枚こうやって裂いていただいて、でこのフェイスパウダーか、これは無印の使ってますが、
これをこうやってブラシにトン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 って言って、これはそれ専用のブラシなんですけど、で顔にこうやってかけて、目の上からこうやって目の下とかにのせるとちょっとね取れるんですよ。もうすでに落ちてる。これくらい落としとくと日中全然この目元の崩れ具合が違いますです。はい。ちなみに無印のこのねルースパウダーってやつ、パールナチュラルって書いてあるやつです。でパールナチュラルじゃないのもあって、このナチュラルっていうのも持ってます。これは顔周りに塗るときに使ってます。なんかこの鼻の小鼻の下から下がねテカテカしちゃうとお顔がちょっと面積が大きく見えるのでっていうことで、これをちょっと仕上げに塗ります。あとはおでことか眉間のあたりも崩れやすいので、軽くファ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 、この辺もシュ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 、この辺がテカってるとちょっと強そうな人というか若干いかつさが出ちゃうので、この辺も眉間ですね、眉間、はい感じにして、であとはマスカラは D アップ使ってます。もう何年も使ってるな。でこのまつげも毛先にちょんちょんって塗るくらい、根元からつけてしまうとなんか毛ばく見えちゃうし、今35歳なんですけど、なんかちょっとやっぱ抜いていく引き算のメイクの方がいいかなっていう気がねしますね。だいたいこれがオーディナリーメイクというか感じですね。撮影する時もこれと、あとは撮影中はちょっとこれかな、ムニュットハイライターっていうキャンメイクのやつを鼻の先に塗ることが多いかな。この辺出かける時はねあんまり塗らないんですけど、そう最後にこの口紅ルナソルの口紅のこれ07番ですね、プランプメロリップストフィーナッツってやつを使っています。これね、こういう色見えますか、こういう色、これを一回こうやってってやって落としといて、これあと2回繰り返すと今の3回やると落ちにくくなるっていう風に言われています。ちょっと髪の毛をセットしていきましょう。はい、ということで前髪を出そうと思ったんですけどちょっとうまくいかなかったのでカチューシャをつけました。これ視聴者さんに教えていただいたブランドです。気に入ってます。ありがとうございます。さてここからはですね、美容と健康の、インナー編ということでどういったことを私が意識しているのかっていうお話をしたいと思います。まずですね、朝起きて何をするかっていうと、こちらのですね鉄の瓶を南部鉄器の方でできたこちらを使って文福茶釜みたいな白湯を飲みます。白湯っていうのも、さっきマグネシウムの話をしましたけれども、それと以上にかな、私がここ数年意識してきたのが鉄分の補給です。鉄っていうのは皆さんご存知の通り血液をね作る大事な栄養素の一つですし、それが不足するとイライラしやすかったりとか不安になりやすいみたいなことをいろんな
ことを調べるうちに出てきたんですね。マグネシウムっていうのはね、まだそんなに少なかったんですけど、実は鉄と同じぐらい、あるいはそれ以上にマグネシウムが大事ってことにも最近気づかされているんですけど、鉄をちょっと取りたい、鉄分を自然に取りたいなと思って、この鉄瓶で沸かしたお湯っていうのを毎朝飲んでいます。で、私の息子の話になるんですけど、息子は結構間食がひどい方で、それもいろいろ調べると鉄分不足っていうね、内容が出てきたりするので、彼にもこれをね、ちょっとお茶に混ぜてこれを飲ませていたりとか、保育園に持っていく水筒にちょっとこれを混ぜたりとか、チャンスがあればこれを飲ませたりとかしております。で、朝ごはんは基本的に和食で、ご飯と味噌汁と納豆とか目玉焼きとか、それに季節のフルーツをつけています。で、朝ごはんの時に出しているのがこちらのサジーです。サジーもインスタグラムとかでね、すごく宣伝されていて、本当にいいのかなって思っていた時期もあったんですけど、妊娠じゃないか、授乳中かな、母乳あげてた時に1回に 500ml のお試し版を500じゃなかったかも、500円のお試し版をちょっと飲んだんですよ。そしたらすごく体調が良くなって、続けたいなとは思ったんですけど、結構ね、酸っぱい、すごい酸っぱくて、当時はちょっと無理だなと思ってやめちゃいました。だけどその 2,3 年後とかに、息子の、鉄分不足も気になるし、私自身もイライラすることも結構あったので、であればちょっとまた試してみようと思って、2年くらい前からね、定期購入をしています。これを日本酒のおちょこにね、みんな私と夫と息子って言って1杯ずつぐらい、だから15ミリから20ミリぐらいかなを毎日摂っています。これは本当にね、賛否両論あるかと思いますけれども、私は効果を感じてますね。なんか子供と遊ぶ前とか、ちょっとイライラしてる時とか、それこそ生理中とか生理前とか、そういう時に飲むとちょっとなんか整う感じはしてますし、夫も息子も文句言わずに飲んでくれるので助かってます。息子はね、結構酸っぱいの好きなので喜んで飲んでますね。はい、これが朝取るものかな。でも基本的に何度も言うようですけど、実際の食材、ご飯からちゃんと栄養を取るっていうのが基本的なことなので、あくまでもこれらは水はね、こういう鉄が入った水っていうのは大事だとは思うんですけど、サプリメントっていうのはあくまでも補完する役割なので、ベースがやっぱりしっかりしているっていうことを前提に話を聞いていただければなと思います。はい、次に私が日中飲むものなんですけれども、これ一例ですね。こういうアーユルヴェーダのロールプレイ見てくださった方は覚えてらっしゃるかなという感じもあるんですけど、アイブライトっていうハーブティーですね。これはいろんなハーブがブレンドされたハーブティーですね。で、これらだけではなくて、飲み切っちゃったホワイトティーとかもありますし、いろんなハーブティーをいろいろ飲んでるんですけど、1日に1杯必ずハーブティーを飲んでます。で、ハーブについてはまだまだ全然勉強はしてないんですけど、やっぱり軽く調べただけでも炎症作用があったりとか、抗酸化作用があったりとか、気持ちを落ち着けてくれるとか、いろんなやっぱり葉っぱが持つ力っていうのもすごく実感しています。一回ね、つい最近なんですけど、ハーブティー飲まずに1日2日過ごしたんですよ。すごい体調悪くってそれだけじゃなかったとは思うんですけど、私は、お水とハーブティーが一番なんていうのかな、飲み物としては好きです。お茶もそうですね。なんか緑茶とかルイボスティーとかこういう有機ハーブのブレンドされたものとか、これは結構薬草っぽい味がするんですけど、感染症の方にも効くよみたいな記載もあったりして、どこまで本当かわからないにしても、ちょっと体調悪いな、じゃあアイブライト飲んどこうかなとか、ちょっと体調悪いからお薬飲もうとかではなくって、結構最近ハーブティーに頼ることが増えてます。
でモデルの海老原ゆりさんも1人目の産後の時にものすごく体調が悪くなって崩しやすくなっちゃって、ハーブに行き着いたっていうようなお話をちょろっとね耳にしたことがあるんですけど、聞いた当初はハーブでっていう風にね、私ちょっと疑ってたところがあったんですけど、自分がいろんなハーブティーを飲むようになって、すごくなんて言ったらいいのかな、心が穏やかになるというか、本当に整っていく感じ、染み渡ってる感じっていうんですかね、水分が、そういう実感があってからはですね、日中の飲み物はハーブティー、これらだけじゃなくて本当にいろんなハーブティーを飲んでいます。はい、コーヒーとかは年に1回2回飲むか飲まないかっていう感じですね。カフェラテとかも飲まないし、もともとそんなに好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、産後から急に受け付けなくなってしまって、コーヒーがずっとしんどくなってしまって、で、飲まなくなって水ばっか飲んでたんですけど、最近はハーブティー、いいなってすごい感じるようになりました。草花に凝縮された命ですよね。土壌ミネラルが減ってるとはいえば、土壌にあるミネラルっていうのを吸収して育っているわけだから、すごくねやっぱ力があるんだろうなって思ってます。でもう一つ、日中、ご飯前に取ることが多いんですけども、こちら、この見えるかな、ベジパワープラスってやつ、最近パッケージが変わりましたが、こちらもどうだろう、もう1年半ぐらい、もっとかな、一回ライブでご紹介した記憶があるんですけど、飲んでます。こういうスティック状で粉が入ってるんですね。そう、最近白いパッケージに変わりましたけど、この粉をお湯じゃなくて、水で溶かします。お湯だと全然溶けないです。これを私は毎日2本ぐらい飲んでますね。2本まとめてだいたい夕方に飲むことがあります。夕飯をね作る前に何か口に入れないとちょっとふらついちゃうので、さじをだいたい2本こうやってガッて取って、一緒にこうやってピッて切ってガッて入れて水でシェイクして飲んでます。これはアメリカの栄養士の方が作ったのかな。ベジパワープラスは栄養バランスの優れたスーパーフード青汁、きれいな大地で育った緑の若草たち、ミネラル豊富な海藻類、力強く育ったサボテンなどの多肉植物を20種類もブレンドしています。さらに乳酸菌を増量し、毎日の生活もすっきり爽やかに。外食続きで野菜不足のあなた、子育てやお仕事で忙しいあなたに栄養と元気を届けますっていう風に書いてます。そうで、本当にミネラル豊富な海藻類ってね書いてありますけど、本当にね、海藻類ってマグネシウムも豊富に入ってるし、その後ほどご紹介するマグリポっていう製品を通して、確かになって思ったんですけど、私たちってもともと海から生まれている細胞って、で私たちの体は細胞の塊なわけであって、で細胞の塊を元気にするにはやっぱりもともとのね、生まれたところである海の海洋のミネラルを取る必要があるっていうのは、血液の本、血流を良くしましょうみたいな本を読んだ時にも書いてあったんですけど、すごく私の中で今キーポイントですねっていうこととか、あと綺麗な大地で育ったっていうのもすごく大事だと思う。やっぱり栄養のない大地で育っても育つものも栄養がなくなっちゃうのでっていう意味で、毎日これは飲んでますね。青汁を飲んでた時期もあるんですけど、ベジパワープラスの方がやっぱり体調が良いです。外食したなって言ったらみんな帰ってきてベジパワープラスを我が家は取るようにしてます。息子もね、コップの3分の1くらい、だったらグッて飲んでくれるかな。あんまり量が多いと美味しくはないので飲まないですけど、あるいはヨーグルトに混ぜて蜂蜜をかけて食べさせると、食べたりとかするので、お子さんもね、最近野菜とか果物とか海のものとかすべて、汚染されてしまって、栄養価がちょっと下がってるっていうふうに言われてるので、1日1袋とか半袋とかお子様も取るといいんじゃないかなって思いますね。これ飲んだ日、
結構お酒飲んじゃったなっていう時に 2,3 袋まとめて飲むと二日酔いにはならないっていう私の中のデータがありますのでご参考まで。で次にですね、これ毎日ではないんですけど柿エキスサプリを、常備しています。亜鉛のサプリですね。というのも32、3ぐらい過ぎてからですね、ちょっと爪がなんか元気なくなってきたなっていう感じがあって、なんか薄くなってきたっていうのかな、爪が割れやすかったりとか剥けやすかったりとか、なんか線が入りやすくなったりとかっていろいろ調べてると亜鉛っていうねワードが出てくるので、このサプリを Amazon で買ってます。これ内容量は米油と亜鉛酵母と柿エキス松っていうのかなとゼラチン、グリセリン脂肪酸エステル、カカオ色素っていう、調べた中では一番シンプルな内容かなと思って買いました。これを買うまでは牡蠣を実際に買ってきて牡蠣チヂミにしてニラと卵と米粉とっていうので作ってたんですけど、それを作るにあたって牡蠣の姿があると子供食べないので、牡蠣をミキサーにかけてっていう風にしなきゃいけないんですね。一回軽く茹でてミキサーにかけてって作るのがちょっとめんどくさくって、そうでこれは子供は飲まないんですけど、じゃあサプリ使っちゃえばいいんじゃないっていう風に、思って買いました。これ毎日は飲んでなくて週に2回くらいかな飲んでます。なんで毎日じゃないかっていうと、それ以外にも取り始めたサプリメントがあって、効果を感じ始めてるっていうのが一つと、あとは純粋に忘れちゃうのでちょっと飲んでないです。ただ本当にお酒ちょっと飲んじゃったなとかいう時はこれとこれをセットにして今まで飲んでました。はい、そして最後がねこちらです。マグリポっていうマグネシウムのサプリですね。 LIPO。 これ動画でもロールプレイでもちょこちょこ出してるものなんですけど、すごくね効果を即効性がある感じやすいマグネシウムのサプリメントですね。で中はこのようになっていて、1本切ってチューって吸ったりとか、子供には半量ぐらいを炭酸に割って飲ませています。でマグネシウムってご存知の方はもう知っていると思うんですけど、非常にえぐみが強くて飲みづらい飲み物なんだそうです。でこれは柚子とかグレープフルーツとかデーツとかいろんな果汁を入れているので、飲めるは飲める。酸っぱくてちょっとえぐみを感じるっていう感じ。最初はスパーみたいな感じで、ちょっとえぐみもあるかなっていう感じなんですけど、実際に原液を飲んでる方とかの話を聞くとめちゃくちゃ飲みやすいんだろうなっていうふうに思います。でマグネシウムは本当に数年前にうつ病のね患者さんにはマグネシウム不足が発見されたっていう記事を見て以来、すごく大事なミネラルだっていう認識はありましたけど、マグネシウム単体でサプリを取ろうって思ったことは実はなかったんですね。でなんでなかったんだろうってね、今回飲み始めて思ったのは、やっぱり日本にそういう情報が出ていないからっていうのが一つあるかなと思います。鉄分だったらね結構出てるんですよ。生理とか PMS とか、子供の感触とか産後のうつとかいろんなのに結構鉄分っていうのは出てくるんですけど、じゃあマグネシウムはって調べると、私のねリサーチ力が低いっていうのもあるんですけど、でもやっぱりまだまだ情報としても少ない。ただ欧米ではすごくマグネシウムっていうのは注視されていて、髪の毛の抜け毛ケアとかね、美髪っていうような側面でもマグネシウムっていうのはすごく出てくる、注目されてるものです。でアメリカの情報とか言葉っていうのはすごく遅れて日本に入ってくるので、今後このマグバーマだったりとかマグネシウムっていうのはかなり爆発的なヒットというか重宝される製品になるんじゃないかなとは思うんですけど、10年後に気づくよりは早く気づいた方がいいかなと思っていて、すごくね私インスタグラムの方でも最近よく
ご紹介しています。でマグネシウムのね基本的な役割っていうねちょっと勉強会でいただいた資料をちょっとだけ抜粋させていただきますと、私たちの体っていうのは常に化学反応を起こして活動ができている、考えられたりとか食べられたりとか動いたりとか、そういう活動は常に化学反応が体の中で起こっているんですけれども、その化学反応に必要なのが酵素と言われるもので、その酵素に必要なのがマグネシウムだったり、その他の栄養素なんですけど、マグネシウムっていうのは体内で起こる化学反応に必要な酵素の800種類以上のものに関わっているっていうふうに言われていて、もう本当に欠かせない栄養素っていうのがこれだけでもわかるかなって思います。でちなみに酵素っていうのは体外から摂取ができないものだそうで、体内からしか生成できないので、生成するための必要な栄養素を取らないと体が動けないとか動かないとか物事考えられないとか、そんな風な不調につながるっていうことなんですよね。で酵素に関係している以外にも、さっき軽くお話ししましたけど、骨の形成とか骨粗しょう症骨にも大きく関わっていますし、筋肉の弛緩にも関わっているし、精神的健康の維持にも関わっている。つまり神経伝達物質の、バランスを整えてくれたり、脳の神経系にかなり関与しているってことも分かってきている。あとは血圧の調整もしてくれているっていうのが、分かってきているんですよね。でミラノ大学っていうイタリアのミラノ大学の研究によると、アンチエイジングにもかなりマグネシウムが効果を発揮しますよっていうのが分かってきていて、マグネシウムの補給っていうのが酸化ストレスを減らしてくれたりとか、炎症を抑えてくれたりとか、あるいは免疫機能を強化してくれるってことも分かってますっていう論文を出しているみたいです。で例えばコロナとかインフルエンザのような感染症においても、マグネシウムの摂取が免疫応答を強化して病原体に対する防御力を高めるってことが研究で示唆されているっていうことも発表されているみたいなんですね。でもう話せば話すほどちょっといろいろと出てくるんですけども、見た目に関係する美容だけではなくて、メンタルに関係する面でもそうですし、血圧とか骨とか筋肉とか体を動かすっていう面でもそうですし、ありとあらゆる面でマグネシウムっていうのが本当に必要になってくる。ただ普通の生活で十分な量を取るっていうのが難しい。一つは、日本のお水がね軟水というところもありますし、ミネラルが少ないってこともあるそうですし、あとは海洋汚染とか土壌汚染によって本来持っている海の力、土の力っていうのが落ちてきているので、そこから育った野菜とか果物とか、それらを食べて育った家畜さんとか、そういったもの自体に栄養が少なくなってきているっていうこともありますし、あるいはストレスとかアルコールの過度な摂取とか、添加物をたくさん取ってしまったり加工物を取ってしまったりってすると、そっちを消化させたりとか分解させたりとかっていう方にミネラルが使われてしまうので、吸収させる分が少ないとか、本当にいろんな理由で不足しているそうです。で私も勉強するまでは結構足りてるかなって思ったんですよ。3食しっかり栄養バランス考えてとっているし、ベジパワープラスも飲んでるし、なんか大丈夫でしょうって思っていたんですけれども、やっぱり食べ物のマグネシウムを1回分のね食事で必要な量のマグネシウムを取るためにはっていう AI シミュレーションのご飯の絵とかを見ると、豆腐2丁分プラス大きな鮭2個プラスみたいな感じでいろんな副菜があって、いやこれ無理だよなっていうね感じのものだったんですけど、じゃあ今の自分がベストかって言われたら、やっぱりもうちょっと寝ないと体力が回復しないとか、生理前はどうしても気分が落ち込みやすいとか、不調がないっていうわけではないんですよね。で、なんかもしかしたら全然まだまだ足りてないのかもなっていうふうに思うようになりました。でこのマグリポっていうのに出会ってまだ1ヶ月くらいなんですけども、これをねちょっと飲んでみたんですよ。で1本こう
飲んでみて、これだけだったらわかんないだろうと思って寝たらですね、翌朝の起き具合が全然違って、スッと起きれるし、なんかすごく気持ちが前向きなんですよね。あれ、なんかちょっと違うかも、いやでも気のせいだろうみたいな、今日調子が良かったんだろうと思って、翌日また息子とね、たっぷり休日遊んだ夜に飲みました。こんだけ遊んだらちょっと明日もう動けない、あんまり動けないだろうから図書館とか行くぐらいにしとこうかなって思っていたら、翌日もすごく気持ちが爽やかで目覚めが良かったんですね。あれ、もしかしてこれのおかげかなと思って、そこからちょっと見る目が変わりました。最初は基本的に何でも疑ってかかるんですけども、あれ、なんかすごく調子がいいぞっていう感じにちょっと2本目あたりから思い出して、で3本目4本目って続けていくうちに、やっぱ飲まない日と飲む日は歴然とした差が出るなっていうことに気づいていったんですね。でマグネシウムっていうのが、そのさっき言った効果以外にも、睡眠のホルモンメラトニンっていうホルモンを作るのにもすごく必要な栄養素で、メラトニンが出るためにはマグネシウムと鉄っていうのが主に必要なんだそうですけれども、おそらく、それがうまく生成されて睡眠の質が上がったっていうこともあるんだろうなっていうふうに感じました。でうちの息子は睡眠が結構短くて、昔からすごく気になっていたところで、それをお医者さんに相談したら薬をもらったんですけれども、できれば薬はあげたくないなって思っていた矢先にこのマグリポに出会ったので、今はちょっとねこれを飲ませて様子を見ているんですね。この効果が出るのはまだもうちょっと先かなと思うので、これはまた育児のお話とかで盛り込んでいきたいなとは思うんですけれども、本当にね、美容、健康、睡眠、メンタル、ありとあらゆるところですごく効果を感じているものです。で私がこんな風にいいな、いいなって、いいですいいですっていう風に言っていたらですね、クーポンコードをいただきました。初回にこちらのクーポンコードでこのサイトから買っていただくと 5% オフになるので、もしご興味ある方はぜひ、お試しサイズもあるので、マグリポに関してはぜひちょっと試していただきたいなっていう風に思います。クーポンコードは概要欄に貼っておきますので、興味ある方は見てみてください。それで最後にですね、心を整える編っていう感じなんですけど、心を整えるっていうのにはいろんな段階があると思うんですね。段階というか、全てのバランスが整っていないとなかなか整わないと思います。例えば食生活が乱れていたら必要な栄養を取れなくって、体が動きにくいとか、体が動きにくいと何やっても楽しくないですし、神経伝達物質が十分に適切に出ていないとよく考えられなかったりとか、急に気分が落ち込んでしまったりとかっていうことにもなるので、基本的には食事、そして睡眠、食事が十分に取れていなかったりすると、睡眠もなかなか上質なものには取れなかったりもするので、どっちもね関わって相互関係してるんだろうなとは思うんですけど、食事に睡眠、そして、運動もそうなんですけど、あと個人的にはストレスですね。人間関係とか仕事とか夫婦関係とか、いろんなストレスがやっぱ過度になっちゃうと、どんなものを食べていても吸収されないだろうし、ストレスに回されちゃってね、でストレスがあると眠れないですし、一番はストレスが大事なのかなとは思いますが、この3つがちゃんとできているっていうのがすごく大事だと思うんですよね。で食事と睡眠に関しては、今私が申し上げた食べ物をベースにした上での良いサプリメントとかハーブティーとかを取るっていうのが一つ。そしてもう一つは、ストレスに向き合うっていう部分なんですけど、やっぱり人間関係のストレスだったら自分の中ではどうしようもないことがあると思います。でそんな時に私がいつもやっているのが、このノートとペン、自分のね気持ちっていうのを書き出すっていう作業をしています。できれば毎日やりたいんですけど、本当に今日はいろんなことがあったな、いろんな感情が生まれたな、簡単に言うと嫌な日だったとか落ち込んだ日に書くようにしてます。でこれを怠ると、私はだいたい
うまくいかなくなります。生活がすごく無性にイライラしてしまったりとか、悲しくなったりとか、何やってもうまくいかないって感じてしまったりとか、これはやっぱりどんなに栄養をちゃんととっていてもそうですね。だからこの部分もすごく大事。自分の心と向き合うっていうところもすごく大事だと思います。で、自分の感情を書き出すっていう行為は、今最近ちょっとワードになってきてるジャーナルっていうね、言葉、皆さん聞いたことあるでしょうか。私の理解によると、ジャーナルっていうのは結構目標を達成するために使われていることが多いようですが、一番根本的なところは自分の感情と向き合うっていうことだと思います。で、本当に人間って自分の気持ちからは逃れられなくて、自分の気持ちに嘘をついたりとか負担をするとですね、一気に体調が悪くなったり、人生が面白くなくなってしまったりします。私の経験上、あるいはお悩み相談をやっていてもすごく感じます。で、もう一つ、何か迷った時とかわからなくなった時についついググりたくなってしまったりとか、人によってはちょっと占いに走ってみたりとかね、人って混乱するとちょっと自分では想像できなかった行動に走ってしまったりっていうことも中にはあると思うんですけど、でも自分の中に必ず答えがあるっていうこともすごく思います。だから自分の感情と向き合い続けるっていうことは、人生を豊かにする一番手っ取り早くて一番本質的なことだと思うんですよね。例えば今日はこういう感情になって、ここで怒りが生まれてこんな風に思った、なんでだろうってちょっと考えてみると、最近寝れてなかったなとか、最近この人と喧嘩したままだったなとか、この人に言いたいこと言えてなかったなとか、あるいはちゃんと食事をとれてなかったなとか、いろんなことに気づいていくんですよね。でもそのやっぱり一番最初のスタートラインに立つのが自分の感情と向き合うっていうことだと思います。で、頭の中でやってもいいんですけど、頭の中だとなかなか前に進むのでちょっと難しいかなって、堂々巡りになりやすいかなと思っていて、もう一人の自分と対話をするように書いてみる。で、書くとやっぱり脳みそって見るし、書いて手を動かしてるので、脳にかなりインプットされやすいと思います。で、それをすればするほど自分の感情を復唱できて考えられて、自分と向き合うっていう深さが変わってくると個人的には思うので、声に出してもいいですし、SNS でね書き留めてもいいんですけど、個人的にはね、もうノートとペンで書くっていうのが一番効果があるような気がします。例えば私は最近は育児で悩むことが本当に多くって、もうそのことばっかり書いてるんですけども、やっぱりもう一人の自分に向かって書くっていうようなことを繰り返すと、全部ね、前向きな形で終わっていく気がしますね。文末がね。翌朝のやっぱり目覚めっていうのも全然変わってくる感じが私は実感値としてありますので、こういったこともやってみるともしかしたらいいかもしれません。本当に人間関係の悩みっていうのも、例えば一番近しい人、旦那さんとか子供とか家族とかっていうのは自分の鏡っていうふうに言われてますけども、自分の中に問題があるケースがほとんどかなっていうふうに思います。特に大人になってからはね。ので一度自分と対話をするっていう時間を一日のどこかにね設けるっていうのはすごくいいと思うので、どなたかの参考になればと思います。はい、ということで今日はですね、私のスキンケアとか美容と健康で気をつけていることとか大事にしているものとか、そういったことをお話しさせていただきました。どなたかの参考になっている点があれば嬉しいなと思います。それでは今日はこの辺で終わります。長い動画でしたけれども、見てくださってありがとうございました。皆様にとって良い一日になりますように。おやすみなさい。